分散型金融、いわゆる DeFi の世界で今とんでもなく大きな実験が始まっています。業界の巨人ユニスワップが打ち出したユニフィケーションっていう提案なんですけど、これが単なるアップデートじゃないんですよ。プロトコルがものすごく成功しているのに、それがトークンの価値にどうして結びつかないのかっていう DeFi 業界全体の長年の課題に一つの答えを示そうとしている、壮大な試みなんです。この話の核心に迫る前に、まず皆さんと一緒に考えたいのがこの問いです。そもそもトークンの価値って一体何で決まるんでしょうか。その技術、それともコミュニティの大きさ、やっぱり収益なんでしょうか。この問いこそが今回のユニスワップがやろうとしていることを理解する上で全ての出発点になるんです。はい、今回の解説はこの5つのパートで進めていきたいと思います。まず巨人のジレンマからですね。で、その解決策であるユニフィケーション提案、特にその心臓部ともいえる100億ユニの償却と利益エンジンの起動をじっくり見ていきます。そして最後にコミュニティが下した審判と、それがユニスワップの未来に何をもたらすのか、一緒に考えていきましょう。ではまず第1章です。ユニスワップといえば、もう累計の取引高が数兆ドルにも達する、誰もが認める分散型取引所の王様ですよね。そのプラットフォームは日々とんでもない成功を収めてるわけです。でもその輝かしい成功の裏側で、ガバナンストークンであるユニーはある根本的な問題をずっと抱えていました。これがまさにその核心です。プロトコルは莫大な手数料を生み出すほど活発に動いているのに、ユニトークンを持ってるだけじゃその成功の旨みを直接感じられない。このプロトコルの成功とトークンの価値がリンクしていないという問題は、実はユニスワップだけじゃなくて多くの DeFi プロジェクトがぶち当たってきた共通の壁だったんですね。すごくうまくいっているのになぜか価値がついてこない。このジレンマをユニスワップはどうやって乗り越えようとしたんでしょうか。その答えとして創設者のヘイデン・アダムスさんがコミュニティに提示したのがこのユニフィケーション提案です。これはユニーの経済モデル、いわゆるトークノミクスを根本から作り変えて、プロトコルの成功とトークンの価値をがっちりと結びつけようっていう本当に大胆な設計図だったんです。提案内容はいろいろあるんですけど、今回はトークンの価値をどうやって作るかっていう点に直接関わる特に重要な2つのエンジンに絞って見ていきましょう。一つはこれまでの莫大な成功を価値に変えるための1億ユニの償却、そしてもう一つがこれからの成功をずっと価値につなげ続けるための手続きスイッチの起動です。この2つが価値創造のまさに心臓部になるわけです。創設者であるヘイデン・アダムスさん自身のこの言葉がもう全てを物語ってますよね。要するにユニを単なる投票権みたいなものから、プロトコルの成功が生み出すキャッシュフローに裏付けされた本当の資産に進化させるぞっていうものすごく力強い意思表明なんです。では提案の一つ目の柱、トークンの償却について詳しく見ていきましょうか。これはいわば過去の成功を清算するための一度きりの、でもとてつもなくインパクトのある一手です。償却されるトークンの数、それがですね、なんと1億ユニです。ちょっと数字が大きすぎてピンとこないかもしれないですけど、これがまず最初の大きなインパクトになります。この1億ユニ、当時の日本円に換算するとおよそ840億円にもなります。一つのプロジェクトがこれだけの規模の資産を自ら永久に消し去るって決めるわけですから、これは本当にすごい決断ですよね。そしてこの数字が持つ本当の意味はここなんです。この1億ユニっていうのは市場に出回っている全てのユニトークンの実に 16% にも当たるんです。つまり市場にあるユニの6枚に1枚がこの提案によって消えてなくなるっていう計算になります。これ需給バランスにものすごいインパクトを与えますよね。改めてトークン償却って何かというと、これはトークンを誰もアクセスできないアドレスに送って事実上この世から消しちゃう行為のことです。身近な例で言うと、株式会社が自社の株を市場から買い戻して消しちゃう自己株式償却に似てますね。供給量を減らすことで残った一つ一つのトークンの希少性を高めるっていうのが狙いです。この償却が特に面白いのは訴求的、つまり過去に遡って行われるっていう点なんですよ。これはもしもサービスを始めた時から手数料を取っていたとしたら、これだけの額が溜まっていてトークンホルダーに還元するために償却されてたはずだよねっていう考え方なんです。過去の偉大な成功を今トークンの価値として還元するっていうわけですね。さて、
過去の価値をトークンに刻み込んだところで、次は未来の価値をずーっと生み出し続ける仕組みです。それが長年コミュニティで議論されてきたプロトコルの手数料メカニズム、通称手数料スイッチの起動です。手数料スイッチっていうのは、その名前の通り、手数料の流れをカチッと切り替えるスイッチのことです。今までは取引で発生した手数料の 100% が資金プールに流動性を提供してくれたユーザーへの報酬になってました。でもこのスイッチをオンにすることで、その一部が初めてプロトコル自身の収益になるんです。この変化は本当に劇的ですよ。これまでプロトコルの収益っていうのは厳密にはゼロだったんです。でも提案の後は手数料の一部がプロトコルの収入になる。そしてここからが一番重要なんですけど、その収益のすべてが市場からユニトークンを買い戻して、そして償却するために使われることになるんです。この手数料スイッチと継続的な償却の組み合わせがユニに全く新しい経済モデル、いわゆるデフレ型モデルっていうのをもたらします。つまりですね、ユニスワップでの取引が増えれば増えるほどプロトコルの収益が増えて、市場からユニが買い戻されて消えていく。プロトコルの成功が直接的にトークンの希少価値を高めるっていうすごく美しいサイクルが完成するわけです。さて、物語はいよいよクライマックスです。これだけ大規模で未来を左右する提案の運命を決めるのは CEO でも取締役でもありません。トークンを持つコミュニティ自身によるガバナンス投票です。果たして彼らはどんな審判を下したんでしょうか。投票が始まるとコミュニティの反応はもう驚くほど早かったですね。わずか3日で可決に必要な票数を軽々とクリアしてしまいました。そしてクリスマスの日、ついに最終的な結果が出揃ったんです。結果はもうまさに圧勝でした。1億2500万票を超える賛成に対して反対はたったの742票。これはもう単に可決されたっていうレベルじゃありません。コミュニティがこの変革をどれだけ強く望んでいたかっていう何よりの証拠と言えますよね。ユニスワップは自分の手で未来をつかみ取る道を選んだんです。この歴史的な決定を経て、ユニスワップはプロトコルの成功をトークンの価値に直結させる強力なエンジンを手に入れました。でも、この話はユニスワップだけで終わらないかもしれません。このユニフィケーションが示した価値創造のモデルは、DeFi 業界全体の新しい設計図、つまり新しいスタンダードになるんでしょうか。その答えは、これからの市場が証明してくれるはずです。今回の解説はここまでとなります。